こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日はね、あんこを作りたいと思います。あんこでもね、お砂糖全然入れない発酵させたあんこね、小豆発酵させて作るのです。材料はね、これとこれだけです。麹 200g、小豆は 250g ありました。これで作りたいと思います。はい、お願いします。お砂糖使わないしね、麹なので体にいいです。はい、それで作りますね。小豆をね、煮ますよ。まずですね、よいしょ。小豆は 250g 全部使いましょう。洗った小豆をね、鍋に入れます。お水は適当でいいんだけどね、小豆がかぶって2倍ぐらいかな1倍か2倍ほどのお水入れました。あれ、おっと、はい、それで煮ていきたいと思います。小豆はね、途中であんこにするので、破れても身が出てもいいので、とりあえずね、こうやって潰れるほど柔らかくなるまで煮ます。で、もう火を止めたいと思います。これでね、火止めたんですけどね、60度ぐらいになるまでちょっと冷ましますね。麹の発酵する温度がね、だいたい60度ぐらいらしいのでね、60度なので麹の甘さを引き出すために、これを60度に冷ましたいと思います。身と汁を分けたいと思いますよ。まだ60になってないんだけど、よいしょ。はい、分けました。この小豆の煮汁は捨てないでね、後で柔らさを調節します。あんこのね、乾燥した麹が水分を吸うので、あんこの硬さが硬すぎるときはこの水分を入れたいと思います。どれぐらい温度があるか測ってみましょう。測ってみますよ。59度なので混ぜたいと思います。麹と、これは炊飯器の内側です。これにね、小豆入れますよ、ね、小豆入れましたよ。そして麹を混ぜます。麹をね、こういう風にね、見えない、どうしよう。こういう風に麹混ぜます。で、この麹がね、柔らくなってね、発酵してお砂糖の代わりに、甘くしてくれます。小豆を。これ60度ないけど、これも入れましょう。あん
んこの柔さはね好みでいいんだけどね、全部入れました。量とかはね好みでね、好みっていうかあんこの濃さは自分の好みでね、これで足りなさそうなので後で水足しますよ。これでね炊飯ジャーで、8時間ほど保温したいと思います。炊飯ジャーに入れますよ。よいしょ。これでね保温したいと思います。保温モードにして、あんまり熱すぎたらね良くないので、これぐらいで保温しておきたいと思います。これでね8時間ほど保温してね発酵させますね。はい。で途中でね何回か混ぜたりします。そしてねあんこの硬さがね硬かったらお水入れたりしてあんこの調節したいと思います。8時間ほどね休みます。はい、お願いします。このままでもいいけど、はい、ちょっとお待ちくださいね。もう8時間ちょっと経ったので見てみたいと思います。発酵あんこはねどうしよう。発酵あんこはこうか。はい、このように布をかけて置いときました。そしてはい、1時間か2時間おきぐらいにこれかましておきましたよ、釜の中を。そしてちょっと乾燥気味だと思ったらお水を足したりしました。あんこの硬さはね好みでね、硬いの好きな人とかね。はい、こんな感じになりました。60度でね甘くなるんだけどね、これ56度ぐらいでしたわ、温度測ったら。まあでもね結構な甘さなのでいいと思います。そしてタッパーに取っておきたいと思います。結局煮たのはね50分ぐらい煮ましたよ。言いましたっけ。50分ぐらい煮てからこの麹と合わせましたね。でこの容器に入れたいと思います。前の時はねよく考えたら前にもしたんですけど圧力鍋で小豆を煮たんですね。それなもんでちょっと時間の感覚がねもうちょっと短かったんだよね。で今回はえらい長くかかるかと思ったら鍋で煮たらこんなもんなんですね。っていうわけで麹はねちょっとあんまり硬いのもなんだと思って水入れてたらね、水を適当に足してたらね結構やばいあんこになりました。はい、麹の甘さは甘酒のように甘くなってます。どれがねどの味が最強の甘さかってちょっとわからないんだけど、甘酒ぐらいになってたらいいかなと思って。はい、こんな感じです。これはね食パンにつけたりいろいろとね、このまんまでも美味しいしね、いただきたいと思います。ちょっと8時間ほどかけて今日はあんこを作ってみました。そ
甘く美味しくなってますよ。甘く美味しくなってます。これだとね、お砂糖が全然入ってないし、甘さは麹だからとても体にいいね。ダイエットにもいいし、腸内環境も良くしてくれそうだし、まあ小豆は抗酸化食品なのでいただきたい。ちょっと味見してみたいと思います。甘酒の甘さですね。小豆がすごくやばいわけじゃないけども、ちょうどいい歯ごたえとかでいいです。美味しくなってます。これは低カロリーだしね。小豆は体にもいいからいいと思います。やわいのが好きな方はね、これ小豆ね、圧力鍋で煮たらもっとやわいね。でも私は大丈夫です。美味しくなりました。体にいい低カロリーのあんこできました。今日も見てくださってありがとうございます。モナコのもう一品クッキングでした。